YouTube ブログをご視聴の皆さん、こんにちは。ゆうです。本日はですね、たくさん LINE アットの方で、質問をいただいていますので、そちら回答していこうかなと思います。かなり多くの質問をいただいてですね、個人個人返してたらこれキリないわというか、取引に支障が出ると思ったので、一番最初のLINE アットの人数が多分100人とか200人の時はね、結構細かく返してたんですけど、ちょっと取引に支障が出るというところがあるので、ちょっと動画でね、まとめて返させていただこうと思っております。はい。ということで、早速入っていこうと思います。ちなみにこれチャートも出してるので、実際ね、取引の質問というか、そういったところについても回答していこうと思います。一番すごい、質問が多いのが、これですね、いわゆる。廃炉撤退の噂というところについてなんですけども、廃炉は、間違いなく撤退はしません。なんか今年、11月何日とかにね、閉鎖されるとかなんとかっていうお話があったと思うんですけど、あれはなんかその、なんか契約があったらしくて、その切り替えで、なんか11月からもう、口座がなくなるとか、出勤しなきゃやばいみたいな噂が流れたらしいです。ちょっと最近のちょっと新規口座一つだけでね、凍結させたんですけど、ちょっと面白いなと思ったのが、入金あるじゃないですか。ハイローの。こちらの入金画面があると思うんですけど、この入金の、いわゆるここですね。ここ、東京第一支店なんですけど、この口座は。新規口座がですね、東京第二支店っていうのが出てましてですね、完全に東京拡大しに行ってるというのが、ハイローはありますと。というところで、まず普通に考えて、わざわざこれから、撤退しようと思うところが第二視点出すわけがないっていうのがあるんで、多分ユーザーが増えすぎてね、日本のユーザーが増えすぎて、第二視点を出したというところがあるので、まあまあ、凍結するっていうのはありえないでしょうというところです。凍結じゃなくて撤退ですね。撤退はありえないなと思っております。で、2013年からずっとあって、その撤退の噂って。で、結局毎年凍結するみたいなことを言われてるんですけど、凍結して撤退するって言われてるんですけど、全然撤退してないので、多分今後もおそらくは、撤退する恐れはないんじゃないかなと。で、僕はアフィリエイトも結構大きな実績を持ってまして、そのアフィリエイト、ハイローのアフィリエイトですね、別の媒体なんですけど、やってるんですよ。アフィリエイトはね。ブログとかで別にアフィリエイトはしてないんですけど、そちらの方で、連絡が来てないので、まあ、普通に考えたら考えづらいかなと、思います。なので、全然、心配する必要はないかなと。結構月間で3000万、4000万ぐらい僕利益上げてるので、アフィリエイトだけで。その人に対してね、止めてくださいっていうことがなければ基本はありえないんじゃないかなと。多分結構日本でもトップクラスじゃないかな。3、4000万。で、ちゃんと担当者もついて、その担当者に問い合わせて、あれ、そういえばハイローってなんか撤退するみたいな噂、毎年ありますけど、実際のところどうなんですかと、お話を伺ったところ、そういったことはないよというお話を聞いております。なので、まあまあ考えづらいんじゃないかなというところです。はい。で次ですね。ターボの取引はされないのですかっていうところがあるんですけど、僕はもう一切ターボの取引はやりません。ターボで言うと、取引は5分、1分、30秒ですね。あるのですが、まあ、そんなことはやりません。で、理由があって、最近特に多いんですけど、約定拒否って何かっていうと、ターボって、5分までありますね。5分、3分、1分、30秒っていうのがあるんですけど、基本的に5分、1分系の、3分とかのノウハウ系って、いわゆるここあるんですけど、この縦線見えますかね。この縦線があると思う。ポインターでちょっと見やすくはしてるんですけど、ここの縦線で、いわゆるここが00秒になった瞬間にエントリーをしましょうというノウハウが非常に多いんですけども、この00秒の瞬間って約定させる人がすごく多いんですよ。非常に多いんで、まずサーバーが重たくなるのが一つ。なんで約定されづらい。っていうのがまずあります。
で、何らかの対策を11月の6日か7日に取ってきたっていうのは、分かったんだと思います。なんで分かったかっていうと、まずハイローって以前まで日経225とかダウとか、そういった取引もあったんですけど、今もう完全にこれだけなんですね。結構いっぱいあったんですよ。去年なんか、ドルとシンガポールドルっていうのもあったりとか、米ドルとシンガポールドルとか、そういったのもあったし、かなり減ってきました。多分メイン通貨ここだけになるんだろうなというところがあります。で、このなくしたタイミングが確か11月何日だったかな、覚えてないんですけども、1週間前ぐらいだったんですね。でそこからちょっと約定しづらいなっていうのは実は感じてまして、この足の切り替え、サーバーが重たくなったのか何なのかわからないんですけど、足の切り替えの時はかなりエントリーされづらくなったなという印象です。なのでそういうノウハウ、例えば、矢印ケースよね。アローを出して、5分足で初めでエントリーしてください。00秒でエントリーしてくださいっていうノウハウって多分日本だとものすごく多いと思うんですけど、そういうノウハウは基本的にこれから有効的ではなくなるというのが考えられるかなと思っています。はい。ちょっとここのノウハウの改善はした方がいいんじゃないかなと僕は正直思っているんですけど、はい。で、それがあるから、そのターボ取引っていうのをしないです。で、バックテストとフォワードテストの結果が大きく乖離が出てくるっていうのが一番で、バックテストは例えば 60%、70% 出てるけども、実際取引してみたら 50% 以下になりましたっていうことが非常に多くて、実際は約定されなかったりとか、24時間ずっと見続けることができなかったりとか、そういった様々な事例があって、結局その取引、自体ができなくなると。全然勝率が上がってこないということが多いです。はい。なのであんま取引はしないです。それになんか僕は本当に嫌いですね。もうターボ。なんか、あとはターボで稼いでるって人大体嘘じゃねえかって僕は思ってます。稀にいるんですけどね、本当に上手な人たちがいるんですけども、実は僕も以前その生徒を抱えることがありまして、自分の生徒の子たちでターボ、うまい子やっぱいて、はい。そういう子は稀にいるけど、ほとんど僕は、そういう子って少ないんじゃないかなって個人的な意見で思ってます。なんで僕は今後も、これから未来ずっとターボで取引することは絶対にないと思います。はい。次の質問です。取引履歴が見たいですというのがあるんで、これは見せましょう。実はですね、先ほどというか、4時間前ぐらいですけども、ユーロ円、エントリーして、その時にも口座残高にしたんですけど、その時よりも減ってます。はい。いわゆる負けてます。で、先ほどというか15時ぐらいからちょっと取引して別のちょっと仕事をしてたので、今日は取引を控えております、ほとんど。で、結局日給も、今日の深夜稼いだものだけなので、今日のユーロ円エントリーしたものが全部チャラになっちゃったので、結局、1000万ちょっとぐらいの利益ですね。これともう一つの口座があるので。はい、で、ユーロ円のその動画の方でも見せてるんですけど、ここの注文番号っていうのを非常に注目してもらいたい。もう1秒単位でものすごい数が入ってるんだよというところですね。こことかすごいですね。1秒で30人ぐらいですか入ってますよね。それだけ多いですね。00秒に近い時ほどやっぱり、多くの注文が入ってますね。1秒から、そうですね、すごいですね。00秒の間。これわかります？ 32 人入ってますね、1秒で。ここもそうですね。で、はい、これは負けてますと。もうこの辺めちゃくちゃ負けました。久しぶりにここまでやられたなと思ってます。勝ってますね。すいません。この次ページぐらいから結構負けてます。ただベッド数はね、10万がほとんどメインで勝ってるので、5万円ベッドは正直、どうなんだろうと思ってる時に使うので、5万円ベッドでちょっと負けています。で、どうなんだろうって疑いを持ったまま僕はエントリーしたので、最後のラスト1分で、下がってしまって、本当に数ピプスで負けてしまったと、いう感じですね。ボラもなくて、その中でエントリーしてしまいましたね。ポンドルはなんかよくわかんない動きされて、負けたという感じです。なかなかこの、ね、負けたのを公開するって、できないと思うんですけども、これだけ負けてます。この時のダメージで600万くらいました。はい。ただユーロ円と先ほどの一番最初の、ゴールド、ポンドルじゃなくて、5ドルか。5ドルがほとんど。5ドルで400万ぐらい晴れたので、
結果的にユーロ円も200万ぐらいですかね、100万ぐらいですかね。なんで、少しプラスだけで終わってます。で、今日のユーロ円入る前まではほぼ全勝です。なんで、ここから15から34はほぼ負けてないですね。はい、ここだけちょっと負けたかな。あとはもうほとんど全部勝ってます。勝率 95% ぐらいですかね。もうちょいあるかな。96% ぐらいですかね、ポジション勝率でも。あります。で、今日入ってからかなり落としてしまった感じですね。なんで結果トータル 80% ぐらいに落ちちゃったかなと、いう感じです。1取引あたりで言うと、本日の勝率は 85% というところですね。ポジション勝率が今日は非常に悪いなと、久しぶりに落としてしまいました。金曜日っていうこともありますしね、無理にエントリーする必要もないので、日給1500枚ぐらいあるので、ここら辺はキープしながら、今日はやっていきたいなと思っています。はい。次の質問入ります。なんか結構意外とサクッと話してるつもりなのにもう10分ぐらい経ってるんですもんね。早いですよね。はい。どんなことからしたらいいですかというご質問があるんですけども、やっぱライン引くっていうの結構重要で、どうこうライン引いていくかって結構迷うと思うんですよ。で、これ、MT4 で僕のインジケーター、個人で作ったインジケーターと、オワンダっていう業者のインジケーターをこう重ねてるんですけど、これはもう、僕は実際にこれ使ってるわけではないです。練習としてこれいいよっていうので、ちょっと推奨しようと思ってまして、オワンダってこれ何かっていうと、このオワンダっていう業者で、売りのポジション、買いのポジションがこう公開されてるんですね。で、そのインジケーターが、もらえるんですけども、これ、ライン引くのに非常に、便利かなと、思っていまして、これ非常に重たいんですよね。この1ハイ、2ハイ、2ロー、1ローっていうのは何かっていうと、これは僕が完全オリジナルのインジケーターで、昨日の前日高値と、2日前の高値と、2日前の安値と、1日前の、安値なんですね。だから1日でこれだけ動いたよっていうレンジ幅です。はい、でこれプラスどういう風な、指値、決済指値、注文指値が入っているのかっていうところをこれ公開していましてですね、5円の場合だと買いポジションが 56.4、売りポジションが 43.6、どっちかって言ったら買いの方が下に溜まってるという状況です。なので、売りポジションがここに入ってるよと。ここを抜けたらバッコーン下行くよと。で、面白いことにやっぱり売りが入ってるところわかりますかね。昨日の安値付近に、要はこれはちょっとはみ出た、要は騙しですね。騙しを拾わずにちょっと抜けたところから一気にバコーンって下げるときってあると思うんですけども、この集団です。ここの厚めの、売り注文と売り買いがいるよと。だからここっていうのはすごい揉み合うわけですよ、当然。だから弾かれたり抜けたりしたらすごいロスカットがダダダダーンと入ってきて、こいつらの売りがドドドーンと入ってくるから、効果音ばっかりなんですけども、下に下がっていくということです。で、こういうの見て、なんでこう、いわゆるこことか、ライン引くと面白いですよね。売りが入ってる、買いが入ってるっていうところが、比較的にこう動いてるし、ここら辺にもやっぱり、買い注文がめちゃくちゃ入ってるし、熱い買い注文って書いてあるんですけど、この辺ですね。ここぶっ飛んだら上行くよねっていう話だし、なぜこういう風なものができてるかっていう心理プラスアルファ、理屈を知るという意味で、このインジケーターは非常にいいんじゃないかなと。トレードの練習用として、ラインを引く練習用としてオワンダっていうのは結構いいです。ただ、20万円以上入金しなきゃいけないので、お金がない方はちょっとできないですけど、もうお金に余裕あるよっていう方はぜひやってもらいたいなと。でわざわざね、お金入れると絶対にやりたがるやつとかいると思うんで、カツカツの場合は別にこういうインジケーター、仕入れなくて問題ないです。これ無料じゃなくて20万入金毎週していないと、使えないインジケーターなので。はい。ということで、こういう風なものを使って、ラインの引く心理的抵抗線を見つけましょうと。例えばなんですけども、こういう状態になりましたってなった時に、これは、パッとどうライン引くかって考えた時に、
普通の人のレジスタンスのレジサポの引き方って、まあ、いわゆるこことここに引くじゃないですか。で、まあ、下髭溜まってるっていう意味では、ここにも多分引くでしょう。サポートにもなってるし、レジスタンスにもなってると。で、もう少し見ようか。波形で言うと、サイクルが A を作ってるので、多分この下ですかね、いわゆる。多分ここぐらいですかね。にも、溜まってると思います。一つはここですかね。で、この上にじゃあ答え合わせしてみましょうと、いうところからこれをまあ入れてみると。見てください。ほとんど合ってますね。今僕、答え合わせっていうか見てないですからね。ざっと見たら合ってると思いません？ここ付近に合ってますね。ここに入ってるの分かりますよね。まあ適当に引いたんで、まあここら辺っていう感じです。で、これもまあドンピシャですね。入ってると。ここら辺に入ってるよねっていうのと。まあ当然ここは多分誰でも分かると思います。こことここは誰でも分かるラインだと思うんですけど。こういうところをこう見ずに当てていくっていう、サイクルがあって、サイクルからだいたい何%くらい下げると僕は予測できるので、こういうふうなことができる。で、答え合わせにこう使っていくのは一ついいかなと思っています。そうするともう5分足でも別に同じことが起きて、これは FX、フォレックス系の話なんですけど、別にバイナリーオプションでも同じことっていうのはできて、5分足にしてそれを心理的な節目としてちゃんと見ていけるかどうかっていう時なんですよ。まあ、ざっと見るとこういうとこですよね。普通の人が引く、ラインです。これ邪魔っすね。とりあえずもう一回。もうちょっと引こうか。ざっと見たときに、ここと、ここと、レンジですね。わかりづらいな。どっちかっていうとチャンネルの方が有効的かもしれないですね。こう、ざっと引いていく。ってなると、揉み合う転換点としては、少し時間、あと1時間から2時間後には大きく動く可能性っていうのがまず一つあると。で、一つのサイクルができているので、間違いなく下落したときはここまで来ますね。ってことは、まあ、ここはすごいチャンスですね。来たら、112.369、まで下がってきた場合は、もう2000万ぐらい僕はベットしたいっていう場面です。この状況で言うと。ただまあ、そこまでは正直2000万張るところあるかっていうと、このドル円を見た感じだと少しないなと。なぜかっていうと、ちょっとレンジすぎるからですね。で、強い売り買いっていうのが目立ってないから、ということがあります。どっちかっていうと、ローの方が強いなっていうのが一つ分かっていて、すいません。咳込んじゃいましたね。ここに売り注文が圧倒的にここに入ってるので、上がってきた時には絶対一発は弾かれるので、一発目はすごい強気でいけるということがこれだけで分析できます。なんで、もうローは強気。ハイは少しサポートとしては弱いので、ここまで来るまでは少し待ちたいなという感じです。もちろんレンジの中でも僕は、取引はしていきますから、まあ、10万じゃなくて100万、200万っていうベッド数は全然張っていって、日給1000万ぐらいは目指そうと思ってるんですけど、まあ、大きな日給稼ごうと思う日はやっぱり強い、ラインがある日、そして根拠が強い日にはやっぱ大きく日給4000万とか、そういったことを出していこうと思って、取引をしていきます。相場に合わせて僕は取引をしていくというスタイルですね。はい。ちょっと解説です。まあ、かなり勉強になるんじゃないですかね。どんなことからしたらいいかって言ったら、まあ、とりあえず MT4 ひたすら見ろと。ツールやシステムに頼ってたらいつになっても上手くならないし、まあそういう人は多分、ね、商材屋に騙されるなり、なんなりすると思います。いい歌い文句するんでね、そういう人たちって。なんか、いくらいくら稼ぎますとか、これは安定的に何%ですとか、そういうことを言うんですけども、そういうのに惹かれるじゃないですか、勝てない時って。で、MT4 を見て勉強しようってね、こう向かっても結局、
うわ私には無理だ、僕には無理だってなるんで、そういう人は当然騙されます。で騙されたくなかったら自分の知識をつけましょうというところですね。そんな甘くないですよ、世の中。はい、ユーザーは何をしようとしてるんですかって、めちゃくちゃこれ多いんですよね。意外に。暇つぶしですとしか言いようがない。それ以外別に何か売りたいとかそういう気もないですし、まあなんか単純にトレード面白いと思ってくれる人がいて、で、僕もなんかその、トレード集団っていうのを一つ作りたいなと思ってるんですよね。で、そのトレード集団ってどの集団かっていうと、まあ単純に僕の会社に、入ってくれる人、トレードチームに入って、まあ僕と一緒にトレードして、何かこう頑張りたいという人、まあそんな人たちを見つけていきたいなっていうのが実は一番最初の始まり。そしたらなんか知らない間にね、動画がなんか1万2万再生されたりとか、なんかよくわかんないことになって、あ、世の中の人ってめちゃくちゃ稼げてないんだなっていう事実を知ったので、まあその人たちを助けようとかも一切思ってなくて、単純に面白いと、投資の世界ってこんなに深いんだなっていうことを思ってくれる人たちがいっぱいいてね、なんか投資の業界が盛り上がってくれたらすごい楽しいなと思ってます。はい、でこういう質問も多いですね。詐欺集団のことをどう思いますかっていう質問なんですけども、どうも思ってないです。勝手にやればいいし、騙される人が悪いし、騙す人も悪いし、どっちも悪いと。まあ、どっちかって言ったら、まあ、売った方が悪いです、当然。そういう人たちがね、一人でもいなくなれば、それはいいに越したことはないですけども、まあ、そもそも僕、日本いないので、なんかそういう情報もあんまりどいので、分かってないし、その人たちがどうこうしようと僕のトレードには影響が出ないので、はい。どうも思ってないです。多分僕もね、そのどっちかっていうと、こういう発信してる側って、ね、なんか売ろうとしてるんじゃないかとか、なんかやろうとしてるんじゃないかとこう思われがちなんですけど、正直、じゃあ皆さんに何か販売しました、100万、200万っていうのが、100本売れましたって1億です。で、1億じゃ、正直、2日3日あれば稼げるので、FX も込み、バイオプも込みだったら、で、そこから何かね、いろいろサポートしなきゃいけないわけじゃないですか。お客さんの大切ですからね、当然。そんなことしてたらね、トレードしてた方が全然稼げるよっていう理屈なんで、わざわざそんなことしません。そこら辺の情報商材屋と一緒にしないでほしいなっていうのは、感じます。まあそう思われても仕方ないんで、そう思っていただける人はまあそう思ってください。はい、次、コンサルをしていただけないですかと、いう質問もかなり多いんですけど、絶対にしません。これだけは言っておきます。絶対にしません。コンサルって僕は多分1000万もらってもやりたくないし、1億もらってもやりたくなくて、さっきと本当に同じ話で、なんすかね、自分の時間の方が今僕は大切にしてるので、もちろんね、だったらまあこういう情報発信やめろよとか言われそうですけども、多分僕のこのトレード履歴だったり、このお話をしてるだけで、稼いでる人たちって間違いなくいるので、まあ、その人たちと話し合ってくださいって思っちゃいますね。そういう人は。だからコンサルはとりあえずしないと。ただアドバイスはしたりとか、こういう情報いいよとか、そういったことは僕は推奨していこうと思いますし、皆さんのね、何かためになればなっていうのはそこは感じてるところなので、発信は続けていこうかなと思います。ただまあ気分で飽きたらやめます。今はなんか友達増えたりとか、なんかそういうのあるんで面白いなって感じてるから続けてると。はい。ただ、あんまりにも声が多くて、多分今1000人ぐらいのその LINE アットのユーザーさんがいるんですけども、多分300人ぐらいに言われてますね。コンサルをしていただけないですかって。相当な確率で言われてるので、何かしらこう、例えば、まあ僕の、今っていうか、一緒にシンガポールにいるんですけど、僕は。そこで一緒にトレードしてるやつがいるんですけど、そいつが、まあ、うまいわけですよ。まあ僕より全然年下で、トレード履歴も全然浅いんですけど、まあセンスあるなって感じてるし、まあ僕が育てた一番弟子っていうところもあるので、まあそいつがなんかこう企画やるかもしれないです。まあそれは、長々とちょっと期待しながら待ってていただければなと思ってます。例えばね、一緒にトレードするとかでもいいし、なんかね、なんかしらですね、できればなと思います。はい。で、どのように LINE を引いてますかっていう質問も上がってくるんですけども、先ほどお話しした通りですね、LINE の引き方。で、LINE の引き方って本当にこうたくさん引いてって覚えていくしかなくて、単純にこうすぐに覚えられるものかって言ったらまあ無理です。で、コツもないです。
どれだけこう心理的に抵抗してるのかっていうのをこうリアルタイムに、1分足ベースで見ていくんですよ。1分足ベースで。1分足ベースでこう売り買いされてるでしょ。今、陰線から陽線に変わった。ちょっと陽線引こうとしてる。じゃあこの次どうなるかって予測してみてください、皆さん。って言われた時に、どう考えるかなんですよ。次の足の予測。これをずっとやってみてください。で自分の当たる確率が何%かもやってみてください。でこれ毎日やってみるといいです。Windows キーで、F12 かな ?12 にやると、これちょっと一回止めないといけないですね。F12 にやると、今こうやると、1本ずつこう出てくるんです。こうやって。今陽線か。次、ちょい陰線かな陽線かな大陰線だとちょっとこれは読めなかったな。ってことはまた陰線また戻ってきた。全然わかんないや。どっちかっていうとインサイドバイオリだから陰線かな。陰線だった。みたいな感じでこう予測していくんですね。F12、Windows の方は押していくとこう、ずーっとやるんですよ。これ、全通貨、1分足単位、5分足単位、15分足単位、30分足単位、すべてやるといいです。で、自分が得意だった場面ってどこだったかなって探してみるといいんですよ。そうすると、ローソク足自体って上手になるし、逆田5法でも、学ぶことっていっぱいあるので、そういったところをたくさん見ていくと当然トレードは上手になります。これぐらいやんないといけないです。ちなみに僕のトレードチームに入ってる方はこれ全員やってますね。それぐらいシビアに見ています。はい、次です。これもめちゃくちゃ多いんですけど、みんな動画見てないのかなと思うんですけど、自動売買の勝率はいくらですかってお話ししてるんですけども、自動売買の LINE アットの方に、自動返信でね、動画が流れてきます。その動画で50分から1時間ぐらいの動画なんですけど、そこで全部話してるんで、それ見てもらっていいですかって感じですね。で資料もあるし、資料見たら勝率出てるしって話です。いい通貨だと 60% ぐらい。通常の通貨で 56%、7% っていうところですね。一応話しておくと。これはモード1の話です。で、モード2に関しては、これより 5% から 10% 全通貨上がる感じですね。で、ただエントリー回数が半減するという感じです。なんで、固くお金が増えていく感じですね。で、モード2に関しては、本日11月10日なんですけど、11月10日から、前モード1、モード2って、その特典でモード2つけてたんですけども、これめんどくさいなと思ってきたんで、もう全部モード2にしました。なんで、以前よりお金稼ぎやすくなりました、自動売買も。後で資料を直さないとなと思ってるんですけど。なんで、全通貨だいたい 60% 前後っていう感じですね。勝率は。なんで、お金どんどん増えていきます。黙っててもお金増えていく感じですね。で、なぜこうしようと思ったかと。ここをですね、なぜ、モード2にっていうところなんですけども、このモード2の理由はですね、ハイローが対策を取ってきたっていうのが大きな理由ですね。ハイローがその5分足のところで、エントリー約定しないっていうことが起きてきたので、これターン足ノウハウなので、どっちかっていうと。なので、どうしても勝率にブレっていうのが出てきてしまうので、少し怖いなと思ってます。だからそのためにモードにしてみんなに堅実に稼いでもらおうというところから、そういうふうにしようかなと思った次第です。はい。ということでね、少し30分ぐらいの動画で長くなってしまって、まだまだ質問あるんですけども、第1弾、質疑応答コーナーというのは、終了とさせていただきます。少しでも、勉強になったら幸いです。ということで、失礼いたします。バイバイ。